Today's topic is the shift from anxiety. It's quite natural to feel anxious in that situation right now, but how we can shift to the other status. So let's get started. Hello, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. So today's topic 不安から脱出する、シフトする方法です。よろしくお願いします。お願いします。はーい。今2021年の、現在のこの状況の中で、不安に思わないようにするってちょっと難しいかもしれないですね。はい。世界中がやっぱりパンデミックでちょっと恐れてるし、それに伴う経済的なその打撃みたいなものも恐れてるし、個人レベルで言ったらそのパンデミックによる自分の今まで通りのやり方が通用しなくなるって恐れもあるだろうし、いろんないろんなことがその考えられる、どっちかって言えば希望より不安の方が強いっていう方がそれはナチュラルだよねと私も思うんですね。なのでこの題名にすごい共鳴したっていうか共感した人たちにまず言いたいのは、不安に思うことは普通だよねっていうふうにそこはまず、許してほしいっていうか受け入れる、不安に思ってはいけないって始まるとそのいけないの方がどんどん大きくなっていっちゃうので、不安に思うことはいけないわけじゃなくて不安に思ってるんだっていうそれだけなんですね、実際は。だから事実を折り曲げないっていうか、自分は不安を感じている、不安を持っている、不安の最中にいるとか、そういうその事実はそうなんだけど、不安になってはダメって言ったらもう事実ではない、脚色が入ってくるっていうか、自分でストーリーを作り始めちゃってるので、そのストーリーをどんどんさ、ダメな方に、そんなこと考えちゃ引き寄せちゃうからダメだとか、不安を思えば思うほどそれが本当にそうなっちゃうから怖いとかさ、で不安に思ってる私はやっぱりいろんな言い方があるけどダメな性格であるとか、そうやってこう自分がそれを感じてる自分にダメ出しが入ってくるとなると、もはやそれは事実ではなくて自分で妄想の段階なんですよ、そっからは。でこの妄想力っていうか今自分が感じてることプラスそこに自分の脚色とか妄想が入ってくるんだけど、こっちの妄想力を、見たい方に変えていくってことがこの不安から脱出、不安からのシフトができる自分でできるやり方なんじゃないのかなっていうふうには思ってます。これって難しかったりします？聞いてて。いや、不安は感じてもいいっていう自分に許可するっていうことですよね。そう。でそこにいいも悪いもないっていうふうに理解することが大事で、不安になる自分はダメだとか悪いって言い始めたらそっちをさらに掘り下げていくことになっちゃうから、結果的にはその自分で考えた被害妄想でね、要するに簡単に言うとそれを被害妄想って言うんだけど、被害妄想がさらに大きくなっていってよりそこから出づらくなるっていう感じです。で本当は出れなくなってんのは不安だからじゃなくて、
被害妄想から出れなくなってるだけだと私は思ってるんだよね。うんうんうん。うんうん。それはもうすでにそこは自分で作り上げてるんだけど、うん。なんかこのそうです状況ってね。なんだか不安だよねっていうのは私だってそうなんだけど、うん。うん。でもそれはそれで、あの、客観的に見ながら、でも自分は何を見たいかなとか、この状うん。況の中でどんなことができるかなっていうふうに考える、そっちの妄想にシフトできるんだけど、うん。あ、もう怖い怖い、どうしようどうしようみたいな。うん。あ、もうダメだみたいな。っうん。ていうのは、もうそれは自分の被害妄想が、うんどんどんうん。大きくなってる状態だから、だから不安ですっていうのは、多分今みんなが思ってることなんだけど、うん。次のステップがもうすでに違うってことですよね。次のステップ。次のステップっていうのは不安です。どうしよう。私ダメだ。こんなことあ思う自分はダあ、はいメだ。はいはい。ってうんいうステッうんうん。プに行くのか、うん。不安です。でもここでできることはあ、なるほど。何だろうっていうふうに選べる。こういうふうに考えていくと、不安にはまってるっていうよりも、不安だってことに対する次の自分のその被害妄想っていうか、自分の中で作ってるものにはまるっていうだけだと思うんだよね。はい。うん。で、例えば、先のことなんて本当は誰もわからないんですよ。うん。うん。もちろん私だってわかんないし、その、この先、明日どうなるかわからないっていうのは、パンデミック関係なく、明日のことなんて本当は誰もわからないじゃないですか。うん。うん。で、それそのものが、先が見えない不安っていうところに見えないから怖い。だから答えが知りたいっていう側の人っていうのは、結局、そこから永遠に、脱出できないんだよね。うん。うん。でも先が見えないことは当たり前で、この後どうなるかわかんないってことも当たり前だし、そんなこと普通だよねって。でも、自分は、何をしたいかとか、どういうふうにやっていきたいのかっていうことを見えないけど選べるっていうものと、見えなうん。いから何もしないっていうのでまた違うよね。うんうんうん。うんうんうん。こうやって状況は本当は人間は全員一緒なのにもかかわらず、次のステップで、全然変わっちゃうんだよってことです。ああ、なるほどね。う今ん。今現在で不安に思っうん。ていて、で、外の状うん。況もいろいろあるとしても、そこからこうドツボにはまり出す時っていうのは、ま、ドツボにうん。はまり出す時も、欲しい未来を描く時も、今ここうん。ではない状うん。態ですもんね。で、どっち見るかですよね。そう。そうそううんうん。そうそう。少なくともこれを聞いてる時点では、皆さんは守られてるっていうか、何もないわけじゃない？なんうん。かあってたら聞けないわけだから。うんうん。うんうん。家で聞いてんのか、まあ、歩きながら聞いてんのかわかんないけど、まだこの時点では自分は、ま、生きていて、うん。なんだろう、守られてるがゆえに聞けるっていう風に捉えた時に、うん。じゃあ次どう考えるかっていうのも、ほんとは自分で選べるよねってことです。うんうんうん。うんうん。ほんとなんかね、結構当たり前なことなんですけど、でもこれはね、結構やっぱり不安に苛まれやすい人って、分からなくなってるから、うん。うん。だから外側の状況で、自分がいつも一喜一憂しちゃうっていうか、うんうん。不安になったり恐れを抱いたりしちゃうのは、外の現象が自分をそうさせているっていう風に思い込んでるだけなんですよね。はいはい。うんうん。でそうも実際ですね。は、そう、外の現状がどうであろうと、うん。自分の選択を、自分は何ができるかなとか、自うん。分だったらどうすれば見たい世界に行けるのかなって考えられる人は、あまり外の現状は関係ないんです。Okay, we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons.
also write down some comments. So we'll see the feedbacks or questions from you. Thank you.